今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。今日は少し実用的なテーマです。テーマは日本の就職面接で聞かれる質問と自然な答え方、そして外国人の皆さんが日本の面接でやりがちなミスについても一緒に紹介していきます。日本語の面接はただ日本語が上手に話せればいいというわけではありません。それ以上に大切なのは、この人は会社に合いそうか、一緒に働きやすそうか、長く働いてくれそうか、ちゃんと準備してきたか、こういうところです。今日はパート1として、まずは日本語の面接でよく聞かれる基本の質問を10個紹介したいと思います。それぞれ質問、自然な答え方、外国人がやりがちなミス、この3つに分けてゆっくり見ていきたいと思います。それでは始めましょう。まず1つ目、自己紹介をお願いします。これは日本の面接でとてもよく聞かれる質問です。日本語では自己紹介をお願いします。または簡単に自己紹介をお願いしますと言われることが多いです。ここで大切なのは長く話し続けないことです。自己紹介はだいたい1分から2分くらいで大丈夫です。例えばこんな答え方が自然です。本日はお時間をいただきありがとうございます。ゆりこと申します。大学では法律学部法律学科を専攻し、卒業後は会計の仕事をしてきました。これまでの経験を生かして、御社でも会計経理業務の分野で貢献したいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。とてもシンプルですが、面接ではこれぐらいで十分です。ポイントは、名前、これまでの経験、応募している仕事とのつながり、最後の挨拶。この4つです。外国人の方がやりがちなミスとしては、自己紹介でプライベートな話をしすぎることです。例えば、私はアメリカのテキサス出身です。家族は5人です。趣味は旅行とゲームです。日本のアニメが大好きです。もちろん悪くはありません。でも就職の面接では仕事に関係する話を中心にした方がいいかもしれません。趣味や家族の話は面接官から聞かれた時だけで大丈夫です。2つ目、志望動機を教えてください。これは日本の面接でとても大切な質問です。志望動機とは、なぜこの会社で働きたいのかという理由です。よくある質問の形は、志望動機を教えてください。なぜ当社を志望しましたか？どうしてこの仕事に応募しましたか？です。いい答えは、日本が好きだからです。だけで終わらないことです。例えば、私はこれまで
ホテルでの、接客業務の経験をしてきました。御社のインバウンド向けサービス事業に興味を持ち、自分の語学力と接客経験を活かせると感じました。特に御社が海外からのお客様に向けた丁寧なサポートに力を入れている点に魅力を感じております。これまで学んできた日本語と接客の現場で培ったコミュニケーション力を活かして御社に貢献したいと考え志望いたしました。はい、ところでここで一つ、皆さんにお伝えしたいことがあります。面接の場所では相手の会社のことを御社と呼びます。でも相手の御社はね、あなたの会社っていう言葉を丁寧に言ってる呼び方ですが、もしも、言葉で言うんじゃなくて、書きたいとき、御社と書くのは間違いです。例えば面接のシートとかに、御社と書いたらダメです。その場合は記者と書きます。はい。ちょっとね、ここ、難しいんですけど、御社は言葉で言うときだけ、書くときは記者と書きます。これはね、時々日本人でも間違うことがあるんですけど、間違えない方がいいかもしれません。はい。ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、このように自分の経験、会社の特徴、どう貢献できるか、この3つを入れるととても自然です。外国人の方がやりがちなミスは、日本が好きだからです。日本で働きたいからです。日本文化に興味があるからです。これだけで終わってしまうということですね。もちろん日本が好きなのはいいことです。でも会社が知りたいのは、なぜ日本なのかだけではなく、なぜこの会社なのか、なぜこの仕事なのか、あなたは何ができるのかということです。続いて3つ目。これまでの経験について教えてください。これは職歴がある人にも学生にも聞かれることがあります。社会人ならこれまでの職務経験について教えてください。学生なら学生時代に力を入れていたことについて教えてくださいと言われることがあります。いい答え方は具体的なエピソードを入れることです。前職では営業事務としてお客様対応や資料作成、スケジュール管理などの業務を担当していました。特に資料作成の業務ではチームで作業の流れを見直し、テンプレートを作成することを提案しました。その結果、書類作成にかかる時間を約 20% 削減することができ、業務全体の効率化につながりました。この経験を通して課題を見つけ、チームで協力しながら改善する力を身につけました。こんな感じです。このように何をしたか、どんな工夫をしたか、どんな結果が出たか、そこから何を学んだかを話すと説得力があります。皆さんがやりがちなミスとしては、ただ仕事内容を並べるだけになってしまうことです。例えば、私は接客をしました。メールを書きました。会議に参加しました。これだけだと少し弱いです。面接官はあなたがどんな考え方で働く人なのかを知りたいからです。なので、ただ何をしたかだけではなく、どう工夫したか、何を学んだかまで話すといいです。
4つ目、あなたの強みは何ですか？これは自分の長所を聞く質問です。日本語ではあなたの強みを教えてください。長所を教えてください。あなたのアピールポイントは何ですか？と言われることもあります。いい答え方は、強みを一つに絞ることです。例えば、私の強みは最後まで責任を持って取り組む力です。前職では納期が短いプロジェクトを担当したことがありました。その時、優先順位を整理し、チームとこまめに共有しながら進めました。結果として納期に間に合わせることができました。この経験を生かして御社でも責任感を持って業務に取り組みたいです。ポイントは強みを言った後に具体例を話すことです。時々ね、やりがちなミスとしては強みをたくさん、言いすぎることです。例えば、私は明るくて真面目でコミュニケーション能力もあってリーダーシップもあります。悪くはありませんが、少し抽象的ですね。日本の面接では、たくさん言うよりも、一つの強みを具体的に話す方が伝わりやすいです。5つ目、あなたの弱みは何ですか？これは少し答えにくい質問ですね。日本語では短所を教えてください。ご自身の課題は何だと思いますか？と言われることもあります。ここで大切なのは弱みだけで終わらせないことです。弱みを言った後にその弱みをどう改善しているかを話します。私の弱みは慎重になりすぎるところです。以前は確認に時間をかけすぎてしまうことがありました。現在は作業の優先順位を決め、必要な確認とスピードのバランスを意識しています。その結果、以前よりも効率よく仕事を進められるようになりました。このように弱み、過去の課題、改善していることを話すと前向きな印象になります。外国人の方がやりすぎなミスとしては、弱みはありませんと言ってしまうことです。これはね、日本の面接では少し危険です。完璧な人に見えるよりも、自分の課題を理解して改善しようとしている人の方が信頼されやすいです。あとは実は一般的に強みと弱みはどちらもね、同じものを表している場合があります。例えば強みは慎重であればミスが少なく丁寧に仕事ができますよね。一方で弱みとしては慎重になりすぎて判断に時間がかかることがあります。なので強みと弱みは表裏一体なんですね。例えば責任感が強いことも最後まで責任を持って仕事に取り組める一方で、弱みとしては一人で抱え込みすぎることがあります。例えば完璧主義については細かい部分まで度胸せず高い品質を維持できる一方で、細部にこだわりすぎて時間がかかることもあります。このように強みと弱みは常に表裏一体です。なので必ずね、皆さんが弱みだと思っていなくても弱みはあるんですね。続いて6つ目。なぜ日本で働きたいですか？海外のね、方の場合、この質問はとてもよく聞かれると思います。なぜ日本で働きたいのですか？どうして日本の会社を選んだのですか？
日本で長く働く予定はありますか？という形で聞かれることがあります。いい答え方は、日本への興味だけではなく、仕事とのつながりを話すことです。例えば、私は日本語を学ぶ中で、日本の仕事の進め方やサービスの丁寧さに興味を持ちました。また、これまでのホテル業での経験を、またこれまでのアメリカでの経験を日本の環境でさらに活かしたいと思います。日本では長期的に働きながら専門性を高めていきたいです。ポイントは日本が好きですだけではなく、日本で働く理由、長く働く意思を伝えることです。皆さんがやりがちなミスは、アニメが好きだからです。日本食が好きだからです。日本に住んでみたいからです。それだけで答えてしまうことです。もちろん、それが最初のきっかけでも大丈夫です。でも、面接では仕事の話につなげることが大切です。7つ目、5年後どうなっていたいですか？これは将来の目標を聞く質問です。日本語では5年後のキャリアプランを教えてください。将来どのようになりたいですか？今後の目標を教えてください。と言われることもあります。いい答え方は、その会社で成長している未来を話すことです。例えば、5年後には一人で担当業務を任せていただけるようになり、後輩のサポートもできる社員になりたいと考えています。まずは基本的な業務をしっかりと身につけ、一つ一つの仕事を確実にこなせるよう努力します。その後は専門知識やスキルを高め、チーム全体に貢献できる存在になりたいと考えています。日本では長く働いてくれそうかを見ていることが多いです。外国人の方がやりがちなミスは、数年働いたら他の国に行きたいです。将来は自分の会社を作りたいです。と正直に言い過ぎてしまうことです。もちろん夢があるのは素晴らしいことです。でも面接では応募している会社でどう成長したいかを話す方が安全です。8つ目、日本語で仕事をすることに不安はありますか？外国人の場合、日本語力について聞かれることがあります。例えば、日本語での業務は問題ありませんか？日本語でメールや電話の対応はできますか？敬語に不安はありませんか？という質問です。ここで大切なのは、できないことを隠さないことです。でも、できませんで終わらせないことです。例えば、日常会話と基本的なビジネスメールは問題ありません。電話対応や難しい敬語についてはまだ勉強中ですが、現在も継続して学んでいます。わからないことは確認しながら正確に対応するよう心がけています。この答え方はとても自然です。やりがちなミスとしては、日本語は完璧ですと言ってしまうことです。面接官は実際に話せばわかります。なので少し不安がある場合は、正直に言った方が信頼されます。大切なのは、できることを、勉強中のことをどう対応するか
を伝えることです。9つ目、チームで働いた経験はありますか？日本の会社ではチームワークをとても大切にすることが多いです。質問としては、チームで働いた経験を教えてください。周りの人と協力して取り組んだ経験はありますか？職場で大切にしていることは何ですか？という形があります。いい答え方は、自分だけが頑張った話ではなく、周りと協力した話をすることです。例えば、前職では新商品の販売プロジェクトを担当していました。私は主に商品の在庫管理と販売データの集計を担当していましたが、繁忙期には業務が遅れているメンバーのサポートも行いました。チーム内で作業を分担し直し、進捗状況をこまめに共有したことで、予定通りにプロジェクトを完了することができました。この経験を通して、チームワークの大切さと、困っている人を積極的にサポートすることの重要性を学びました。よくありがちなミスとしては、自分の成果だけを強くアピールしすぎることです。もちろん自分の実績を話すことは大切です。でも日本の面接では、私はすごいですだけではなく、チームの中でどう貢献できるかを話すと印象が良くなります。10個目、最後に質問はありますか？これは面接の最後によく聞かれる質問です。日本語では、最後に何か質問はありますか？何か確認しておきたいことはありますか？と言われています。ここで特にありませんと言ってしまう人が多いですが、これは少しもったいないです。いい質問の例は、入社までに勉強しておいた方がいいことはありますか？入社後最初に担当する業務について教えていただけますか？御社で活躍されている方に共通する特徴はありますか？このような質問は前向きな印象を与えます。よくありがちなミスとしては、最初から給料や休みの質問ばかりをしてしまうことです。もちろんお給料や休みは大切です。でも最初の面接では仕事内容や会社への理解を深める質問の方が印象がいいです。ここまで日本の面接でよく聞かれる10個の質問を紹介しました。今日の内容を短くまとめると、自己紹介は短く、仕事に関係する内容を中心に話す。志望動機は日本が好きだけで終わらせない。強みや経験は具体的なエピソードを入れる。弱みは改善していることまで話す。日本語力は正直に、でも前向きに伝える。最後の質問では、会社や仕事への関心を見せる。日本の面接では、完璧な日本語よりも、準備していること、誠実に話すこと、一緒に働きたいと思ってもらえること、この3つがとても大切です。外国人の方にとって、日本の面接は少し緊張するかもしれません。でもよく聞かれる質問を知って、自然な答え方を練習しておけば、かなり安心できると思います。皆さんからの要望があれば、パート2では、日本の面接で、海外の方がやりがちなミスをもう少し詳しく紹介していきたいと思います。最後に、日本で働く前に知っておきたい3つのこと。1、
時間前行動。日本では10時集合なら10時に着くことではなく、10分前、最低でも5分前に着いていることが期待される場面が少なくありません。さらに面接なら15分から30分前には最寄りの駅に到着している方がいいです。受付は5分から10分前。早すぎても迷惑になることがあるので、それ以上早くならないように駅のね、カフェとかで時間を潰しましょう。そして2、給料の支払い。知らない人が多いですが、欧米では毎週や隔週払いの国もありますが、日本では月1回払いが一般的です。さらに月末締め、翌月25日払いといって、その、1ヶ月働いたら、その1ヶ月分の給料を月末にね、じゃあ何日働いたのかなっていうのをカウントして、翌月の25日に払われますよっていうことが多いです。そして残業代はですね、一般的には別途支給されるケースが多いですが、契約によっては残業代が含まれていて、年俸制度みたいな風になっているケースもあるので、そのあたりはよく契約を確認した方がいいです。また、通勤手当といって、交通費を会社が負担してくれるケースが多いです。ただし、じゃあ、新幹線とかね、グリーン車とか、そういうチケットも乗れるかというと、そのあたりは自腹になることが多いです。遠方に住んでいる際には、その遠方からの通勤で、会社がお金をどれだけ出してくれるかっていうのも確認した方がいいと思います。ただ一般的には、例えば鎌倉から東京までの間だったら、間違いなく会社はお金を払ってくれます。そして3つ目、ブラック企業について。日本にはブラック企業と呼ばれる企業があります。日本にはとてもいい会社、ホワイト企業もありますが、一方で労働環境に問題がある会社も存在します。見分け方としては、常に、人材を募集している。面接ですぐ採用と言われる。残業時間を説明しない。有給について曖昧。離職率を教えてくれない。などですね。本当にね、ブラック企業の中には、本当に、労働基準法って呼ばれる法律で、1ヶ月のね、残業の時間っていうのは、法律で決まってるにもかかわらず、それを無視して、平気で従業員が、24時間働いていたりとかもするので、本当に皆さん、ブラック企業には入らないように気をつけてください。そしてですね、会社に入る前に聞いていい質問ですが、給料について聞いちゃダメってさっきね、言ったかなって思うんですけど、そうですね。聞いていい質問としては、例えば入社日の確認とか、仕事内容、研修や配属先ですが、一方で少しタイミングを考えた方がいいのは、残業や、あとは有給、お休みですね。あとはリモート勤務です。このあたりを早めにしちゃうと、ちょっとね、不真面目な印象を与えたりとかする、してもいいけどね、なんかね、最初の方に聞いて。それはそれで会社とのカルチャーが合わないっていうのであれば、もうそれを一個ね、それもいいかもしれないけど、あとはですね、内定後に確認することが多いのは、給料や福利厚生の細かい条件ですね。はい。ということで、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さんは日本語の面接を受けたことがありますか？またはこれから受ける予定がありますか？コメントでぜひ教えてください。それでは今日も一日お疲れ様でした。今日はゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。